Life is Gamble 人生あ春ポーカーです。はい、ということでね、本日の企画はラスベガスをぶっ潰せハイレートポーカー制覇の旅。はい、ということなんですけどもね、春ポーカー今回の企画でね、ラスベガスにあるハイレートテーブルを全てぶっ壊していきます。というか 100BB 以上買っていきます。春ポーカーハイレートテーブルをね、5点以上のポーカーテーブルと定義します。ラスベガスにはハイレートテーブルが立っているカジノが主に4つあります。今現在春ポーカーがいるウィン、アリア、ベラージオ、キングスラウンジですね。これは WSOP 期間しかないんですけども、こちらの4つのカジノで 100BB 以上勝てたら次のカジノみたいな感じで制覇していくっていう企画にしようと思っています。シンプルにね、いつもやってるバンクロールでやってたら面白くないので、今回は軍資金3000ドル一瞬で解ける可能性もあります。あとはね、検証動画にもしようと思っててね、タイムアタック形式でやろうと思っています。春ポーカーがそちら4つのカジノをね、何時間で回れるのか、そういうところもね、見ていただけたらなっていう風に思います。そうだ、これただの検証動画ってことですか？まあ普通にね、春ポーカーがもう爆速でね、カジノを制覇していくね、姿を見ていけたらなっていう風に思ってますね。なんかいつも510とか売ってて、いずれポーカールーム 100BB ずつ勝つっていうのは多分いけると思うんですよ。目標で24時間以内に達成するっていうのを。なるほどね、面白い。24時間で4000ドル稼げたら結構夢あるんじゃん。で、24時間で達成できなかった場合、ちょっと罰ゲーム用意しようかなと思って。結構きついでそれ。しかも移動もあるし、ウェイティングとかもあるわけよ。こっちとしても難易度ちょっと分からへんから、おいおい罰ゲーム考えようかなと思って。わかりました。今回はじゃあ春ポーカーが各カジノでハイレートテーブル 100BB 以上勝つ、かつ移動してね4カジノ回るのが何時間になるのか、かつね24時間以内にそれが達成できなかったら何かしらの罰ゲームがあるということでね、やっていこうと思います。一発目のポーカールームはウィンで51020に座っていこうと思います。ってことで本日春ポーカーラスベガスぶっ潰す企画やっていく。ということで始まりましたウィンでの51020実戦。今回の企画は時間との勝負でもあるので、なるはやでいつもと同じようにアグレッシブに戦っていこうと思います。というところでこのハンド、ジャック・デュース・スーツ UTG ストラドルから UTG プラス1のプレイヤーがすでにリンプされている状況です。っていうか左前の兄ちゃんマイケル・スコフィールドに似すぎやろ。おい単純にかっけえよ。プレイに戻ります。 BB のプレイヤーがコールを選択。春ポーカーはチェックしました。というところでフロップはジャック109の2クラブのボード。かなりベッドなボードで春ポーカーはトップヒットを完成。このボードに対して BB のプレイヤーがチェックを選択。ドローがかなり見えるボードでもあるので、フロップからしっかりとベットをしていきます。春ポーカーは65ドルのポットに対してベッド40ドルを選択。このベッドに対して UTG プラス1、そして BB のプレイヤーもコールを選択。3ウェイでターンに向かいます。ターンに落ちたのは6のダイヤ、クラブだったり1枚ストレートが完成するようなボードが落ちなくてよかったなと思う春ポーカー。このターンカードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。ターンでもドローなどにバリューを取っていけるかなと思い、春ポーカーはここでベッド120ドルを選択。フロップの CB に2名ついてこられている状況なので、ターンでは少し強めに打ちました。というところで UTG プラス1のプレイヤーがコールを選択。 BB のプレイヤーはフォールドされました。というところでリバーは3のスペード。さあここで春ポーカーどうアクションする？こちらの飛行機はチェック経由コール行きにございます。リバーこちら側から打つとバリューが取れるところが少ないと思ったので、チェックしてドロー滑りなどからブラフベッドをもらい、コールする方が期待値が得かなと思いました。というところで UTG プラス1はここでベッド200ドルを選択。春ポーカーはそれに対してコールすると、相手のハンドはクイーン10オフスーツ。春ポーカーはジャックヒットで勝利。このドロー滑りが多いボードでクイーン10オフスーツも十分にショーダウンバリューがあるのに、相手はリバーでイランベッドをしてきたようです。何はともあれまずまずのポットを獲得。ナイス春ポーカー。いつもならここでネクストハンドというカット切り替えが入っていると思いますが、今回はマジの次のハンドだったのでカット切り替えはなしにさせていただきます。というところでこのハンド9ポケ BB からミドルポジションのプレイヤーが現在レイズ50ドルを選択している状況となります。できるだけ早く1000ドルを買って次のカジノに移動したい春ポーカー。この2ハンドでウィンを制覇したのかな。そんなことを思っていると、ボタンのプレイヤーがこのレイズに対してコールを選択。コールでも3ベッドでもいいとは思うんですが、今回はアグレッシブに3ベッド260ドルを選択。この日のウィンは見たところほぼほぼプロしかいなかったので、早めに蹴りをつけたいなと思っていました。というところで春ポーカーの3ベッドに対して悩んでいるマイケル・スコフィールド。このプレイヤーもウィンでよく見るレギュラーなのでおそらくプロでしょう。というところでミドルポジションのプレイヤーがコールを選択。ボタンのプレイヤーはフォールドされました。ヘッズアップでフロップに参りたいと思います。フロップに落ちたのは66デュースの2クラブのボード。春ポーカーにとって悪くないボードが落ちてくれました。春ポーカーのポケットペアに対し
してオーバーカードも落ちていないですし、バックドアでフラッシュドローもついている形となります。ボード的にも3ベッター側に有利なボードではあるので、ここはハイカードなどと混ぜてこのような本物のカードも CB を打っていきたいと思います。ベッドサイズはポットのおよそ3分の1のベッド180ドルを選択。2オーバーのハイカードでもコールしやすいようなサイズを選んでいきました。エースキングやエースクイーンなどを持っていてもこのようなベッドサイズを選ぶと思うので、このサイズは適正サイズだと思います。というところでミドルポジションのプレイヤーがこのベッドに対してコールを選択。ターンに落ちたのは5のダイヤ。ターンカードに関してもいいのが落ちてくれたなと春ポーカーを持っていました。ここでチェックをするかベットするかなんですが、春ポーカー自身ポジションもないので、ここでフリーカードを与えてしまうのは痛いです。フロップの CB で2オーバーもついてきているところはあると思いますし、そこにチェックバックされて引かれて負けるよりかはしっかりとエクイティの確保も含めてターンでもベットを継続した方がいいかなと思い、春ポーカーは520ドルのベットを選択すると、相手プレイヤーはスナップでフォールド。めちゃくちゃ大きくはないですが2連続でいいサイズのポットが取れました。そしてなんと春ポーカーも驚きなんですが、またもやカット切り替えを入れません。ということはどういうことか分かりますよね。3ハンド連続でハンドが入ってしまいます。というところで春ポーカーに配られたのはジャックス SB からカットオフのプレイヤーがすでにレイズ50ドルを選択している状況です。そしてそのレイズに対してボタンのプレイヤーがリレイズ200ドルを選択。この3ベッドに対してポジションがない春ポーカー、どのようにアクションする？炎の呼吸、身の方、上り3ハンド連続でこれは流れ完全に来てる。春ポーカーはここで4ベッド700ドルを選択。カットオフのオープンレンジも広いですし、それに対してのボタンの3ベッドレンジもかなり広いと思いました。その広いレンジに対してこのジャックス4ベッドを打ってもいいハンドだと思います。というところで春ポーカーの4ベッドに対してカットオフのプレイヤーはフォールドを選択。ボタンのプレイヤーがどうするか。一つ前のナインズでもアグレッシブに攻めてポットを取っているので、この日本人急にかましてきよるなみたいな印象はついているかもしれません。というところでボタンのプレイヤーが春ポーカーの4ベッドに対してコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ります。フロップに落ちたのは752ダイヤのボード。これまた最高なボードが落ちてくれました。7ポケ5ポケ2ポケなどのセットは怖いですが、春ポーカー自身ダイヤも抑えていないので CB はもちろん打っていきたいと思います。先ほどのナインズ同様ハイカードでも打てるサイズを打っていきたいと思います。春ポーカーは1480ドルのポットに対してベッド440ドルを選択。テンズナインズ8ポケエースキングあたりが乗ってきてくれたら嬉しいなという風に思っていました。ですが相手プレイヤーはここでフォールド。3ハンド連続ナイス。ポーカーの呼吸、見事だ、上り上司。ということで春ポーカー立て続けにまあまあなサイズのポットを獲得し、ここで1000ドル以上のプラスを作りました。このテーブルはほぼプロしかいないですし、後腐れなく次のカジノに移動したいと思います。いいペースやぞ、次でもかませ春ポーカーってことでね、3ハンド連続よ。ジャックスとかでね連続ポット獲得して3000ドルから4200ドル、次のカジノ移動していいですか？ OK です。4200なんで 120BB でめっちゃ調子いい。いい調子やな。次のカジノちょっと3カジノあるんで迷ってるんですけど、ちょっとウーバーでね作戦会議しながら回っていきたいと思います。次のカジノいっちゃう。順調にウィンの方終わったんですけど、残り3カジノですよね。アリア、ベラージオ、キングスラウンジ、全部ね今のところ510立ってるんですけども、ウェイティング全部エグくて、ベラージオは朝方とかまで510やってるんですよ。てか24時間の勢いで510やってるんで、ベラージオは取っときたいですね。非常時に2つどっちのカジノにするか、アリアかキングスラウンジか迷ったんですけど、ブラボポーカー見たらキングスラウンジ良さそうなんでキングスラウンジ行ってきます。今のところクソ順調でね、キングスラウンジでも一瞬でね 100BB 買ってやろうと思ってるんで見ちゃってね。はいってことでね、2つ目のカジノ着きました。春ポーカー WSOP の特設会場のねキングスリゾートカジノに来ました。さっきタクシーで罰ゲーム考えたんですけど、はい、調子乗んないあんま。この企画もし達成した場合って、はい、4000ドル勝てることになるじゃないですか。なのでもし達成できなかった場合、そんなわけないやん。24時間で達成できなかった場合、4000ドル分を0か100のサイドギャンブルに一発突っ込んでもらいます。きついってそれマジ？いや面白いよ。視聴者だけな。俺思んないわそんな。コツコツ増やしてったやつ一発0か100かやろ。わかりました。24時間以内にもし達成できなかった場合、春ポーカー4000ドルオールインかわします。より24時間以内にね達成しなければいけないということになりました。ということで早速座ってね1000ドル以上買っていきたいと思います。と
ということで1時間ほどウェイティングして、やっとこさ51020のテーブルに座れた春ポーカー。プレイしてまだ1時間ぐらいなんですが、早速テーブルが割れそうになっています。もうみんな俺にビビりすぎやって。というところでこのハンド、クイーンズ UTG ストラドルからすでにボタンのプレイヤーがレイズ50ドルを選択されている状況です。このボタンのプレイヤーは先ほどから荒れていて、何もないエアーのブラフでポットオーバーとか打っていたので狙い目だなという風に思っていました。このボタンのオープンに対して対面の SB のプレイヤーが悩まれるので早送りにさせていただきます。もちろんクイーンズは強いので他のプレイヤーがコールで参加してきた場合は3ベットを返してやろうと思っていました。というところで SBBB のプレイヤーがフォールドして春ポーカーのターンとなります。春ポーカー自身ポジションもないので4倍レイズぐらいの大きめのレイズを返そうかなとも思いましたが、相手の特徴的にもポストフロップで戦っていきたい相手だなという風に思ったため、少し安めのレイズ180ドルを選択すると、ボタンのプレイヤーは春ポーカーの3ベットに対してコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。絶対にフロップでエースかキングは落とさないでください、おディーラー頭。というところでフロップは983の2ダイヤのボード。これはいいボードが落ちてくれたなという風に春ポーカーは思っています。このボードに対して春ポーカー自身ダイヤも抑えていないので、ほぼほぼ CB を打っていくボードかなという風に思っていました。ハイカード系でも打つ安めの CB と混ぜて、今回はクイーンズでフラッシュドローやボードとのペア、さらには春ポーカー以下のポケットペアにコールをもらいに安めのベッド150ドルを選択。春ポーカーにとってターンで落ちたらまずいカードがかなり多いボードのため、ほぼほぼ CB を打つようなシチュエーションだと思います。レイズが帰ってきたら少し怖いですが、ドローも濃いボードのため相手の特徴を考えるとコールしないとなと思っていました。ですが相手プレイヤーは春ポーカーのベッドに対してここでコールを選択。ターンでスケアカードは絶対落とさないでくださいというところで、ターンは6のクラブ。107などのストレートドローはドローが完成しているものの、悪くないボードが落ちてくれたなと春ポーカーを思っていました。もちろんターンでも引き続きバリューベッドを打ってもいいんですが、相手の特徴的にブラフ型というところもありますし、エースハイなどの滑っているカードと混ぜて今回は潜みのチェックを選択。エースキングやエースクイーンのダイヤなしのハイカードはこのようなプレイラインを取ることが多いと思います。相手自身もこの春ポーカーの弱いアクションに対してブラフをしてくれる可能性がかなり高いプレイヤーだなという風にも思っていました。すると相手はここで675ドルのポットに対してベッド750ドルとポットオーバーベッドを打ってきました。来たよ来たよ、さっきから暴れてるしポットオーバーブラフ何回も見た。そろそろ春ポーカーが狩る時か。ここで相手のスタックを見ると残りバックスタックは1600ドルか1500ドルぐらいしかありませんでした。そうなると春ポーカーがここで取ろうと思うアクションはオールイン要求か潜みのコール。春ポーカー自身ボタンに対してポジションが悪いこともありますし、ドローの部分を一切抑えていません。もしも相手がドローでこのような大きいベッドを選択していた場合、リバーを見せるのは少し危険かなという風に思っていました。このプレイヤーならドローからもコールをもらえるかもしれん。ここは一発かますべきか。雷の呼吸1の方ヘキヘキ1006連。春ポーカーここで相手のスタックに対してオールイン要求を選択すると、相手はスナップコール。相手のハンドは何なんや。相手のハンドはまさかの2ペア。頼むまくってくれ。いったークソ神引き。雷の呼吸1の方2の方3の方結合加藤ひふみん。はじけてらっしゃいますよね。春ポーカーまさかのリバーでトリップスを完成。これはマジで上振れた。このポットもし落としてたらこのカジノで何時間の実践を強いられていたか分かりません。というところで春ポーカーは5275ドルの超絶度でかいポットを獲得。次のカジノに向かう形となりました。ラッキーしたけどナイス春ポーカー。クイーンズでラッキーしてね、春ポーカー一瞬で2800ドルバーインから5600ドルまでチップ増やすことができました。危ねえ、企画終了するとこやったってことでね、5600ドルにしました。次のカジノ移動してもいいっすか。 OK です。えぐいっすね。やばいマジ一瞬やったってことで、今多分時間経過としてもウェイティングで1時間ぐらい並んで1時間ちょっとで終わったんで、まだ多分スタートしてから7時間ぐらいしか経ってないです。ってことで次のカジノ行きます。はい、ということでね、3つ目のカジノ到着しました。ブラーボポーカーでウェイティング見ながら決めたんですけども、ベラージオがね今一番座りやすいかなっていうことでね、今すぐウェイティング入れたんですけども、ベラージオも多分ね1時間ぐらいで座れるんじゃないかなっていう感じです。現在スタートから9時間ほど経っているのでいいペースではあるんですけども、ここでつまずいたらね24時間以内に達成できないと思うので、集中してベラージオでも実践していきたいと思います。ってことでベラージオの510実践やっていく。ということ
ことでやってまいりました世界一有名なカジノベラジオ。今回春ポーカーは510のテーブルに座っているんですが、特殊なルールがついています。まずはディーラーさんの手に注目してください。テーブルに座っているおっちゃんがジャックポットつけてポーカーしようやと言ったため、毎回ジャックポットとしてボタンに座るプレイヤーは10ドルをボタンチップの上に置き、もしも SB のプレイヤーがポットを取れたらそのジャックポットごとポットをもらえるという仕組みになっています。そのためポジションとしては一番不利である SB のプレイヤーがジャックポットを狙うためにアグレッションを高めてプレイすることが多くなるため、ゲーム自体が少し面白くなるような状況です。というところでこのハンド、キングクイーンオフスーツ SB からというわけで、そのジャックポットが一番関係する SB にいきなり座っている春ポーカー、このキングクイーンオフスーツをどのように扱うのかというところで、ミドルポジションのプレイヤーがここでリンプを選択。おそらく現状300ドルほどジャックポットにお金が貯まっています。 SB からはそろそろジャックポットを意識した立ち回りをしてもいいかなと思っていました。というところでボタンのプレイヤーがレイズ30ドルを選択。ポットを取るためにもここはぜひとも人数を減らしたい。セカンド、ここでコールを選択してしまうとおそらく参加人数が増えてしまう。ポットの獲得率を増やすためにも春ポーカーはここで大きめの3ベット140ドルを選択。シンプルなプリフロップスチールでもボタンのジャックポットをもらえるため、ここでミドルポジションのプレイヤー、さらにボタンのプレイヤーがフォールドしてくれても全然いいなと思っていました。もちろん相手的にも春ポーカーがジャックポットを狙っていることは見え見えなので、ある一定コールレンジも広げてくるかなとは思っていました。というところでミドルポジションのプレイヤーはフォールドを選択。ボタンのみコールしてヘッズアップでフロップに参ります。フロップはクイーン55の2ダイヤのボード。春ポーカーはトップヒットプラスキングキッカーとかなりいいボードが落ちてくれました。ここでボタンのプレイヤーのスタックを確認したところ、およそ200ドルしか持っていないクソショートです。もちろんフロップからベットしてもいいんですが、あえてチェックして相手に打たせるのもありだなと思っていました。ドローだったりめちゃくちゃなところからもベットをもらえる可能性あるかなと思い、春ポーカーはチェックを選択すると相手からオールインが飛んできたので、春ポーカーはスナップでコール、ターンとリバーを見ていきたいと思います。頼む、いらんの落ちんな。それはエグいって、ダイヤ1枚にも分けたやん。すると相手のハンドはクイーン10オフスーツおい、リバーのエースいらんことしすぎやろ。春ポーカーはショートとのオールイン対決で勝率バチバチ勝ってたのに、ここでチョップ。この塔みたいになってるジャックポット春ポーカーもらえたんやで。逆になんでここで置かなあかんねん。ということでフロップまではめちゃくちゃ美味しいオールイン対決でしたが、結果はトントンに。まあ負けなかっただけ良かったでしょう。次のハンドでかませ春ポーカー。ライブポーカーならではのこのジャックポットシステムなどで、こちらのプレイヤーはアクションがバグりやすいので、それに合わせてがっぽり取ろうと思っている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。ジャックスカットオフから。先ほどのジャックポットはまだまだ育っていて、おそらく現在は400ドルぐらい溜まっているかなというところです。というところで春ポーカーはジャックスで 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。ジャックポットの罠に釣られて SB のプレイヤーが暴れてくれたりしたら嬉しいなというふうに思っています。春ポーカーはこのプレミアムハンドのジャックスで返り討ちにしてやろうと思います。というところでジャックポットの甘い蜜に誘われ SB のプレイヤー BB のプレイヤーがコールを選択。フロップは1097の2クラブのボード。このボードに対して SB そして BB のプレイヤーもチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。春ポーカーはジャックスなのでオーバーポケット、さらにはガットショットストレートドロー、そしてクラブのバックドアフラッシュドローまでついている状況となります。もちろんここはコンティネーションベッドを打ってドローだったりボードアンペア系に対してバリューを取っていこうと思います。90ドルのポットに対して春ポーカーはベッド40ドルを選択。このベッドに対して SB のプレイヤーがコールを選択。ジャックポットが溜まっていることもあるので、この SB のプレイヤーは広くドローなどでもコールしている可能性があるなと春ポーカーは思っていました。もしも相手がオープンエンドでコールしていたとしても、春ポーカー自身ジャックを2枚ブロックしているからそこまで怖くないというところで BB のプレイヤーがフォールド。ターンに落ちたのはジャックのスペード。相手がもしもオープンエンドでコールされていたらストレートを引かれてしまっているボードではありますが、春ポーカー自身もトリップスを完成させました。このターンカードに対して SB のプレイヤーがチェックを選択。春ポーカーはここでチェックバックを選択。リバーに向かいます。リバーに落ちたのはエースのスペード。リバーではボードが被ってフルハウスに昇格する展開を望んでいましたが、惜しくも叶わず。相手はこのリバーカードに対してもチェックを選択。それならストレートはなさそう。春ポーカーはバリューベットを打っていきます。2ペアなどにコールをもらいたいと思い、春ポーカーは100ドルのベットを選択。すると相手はコールして7ポケを消しました。セットオーバーセットということで、ボードがボードなら前段取れていたとは思いますが、このボードならしょうがないでしょう。ここで SB のプレイヤーにジャックポットをもらわれることもなかったので、とりあえず良
良かったです。ジャックポットも大事やけど早く1000ドル稼げ春ポーカーというわけで、先ほどのハンドから一度はジャックポット放出されてしまいましたが、まだまだジャックポットシステムは採用されています。というところでこのハンド52スーツハイジャックからほとんど参加しませんが、ポジションがいい時とかにはたまに参加するこのハンド。現在テーブルを囲んでいるプレイヤーも結構美味しい人が多いので、今回はハンドレンジを散らすためにも入っていこうかなというふうに思いました。というところで春ポーカーは 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。もちろんハンドの強さとしては52スーツ強いものではありませんが、ポストフロップで戦いやすいテーブルなら押し引きしやすいハンドでもありますし、絡んだら絡んだで相手が想像し得ないところからのハンドなので、かなり大きいポットを取れることも多いです。現状500ドル勝ちぐらいの春ポーカー、このハンドでぜひとも残り500ドルを買っていきたいというところで、 SB のプレイヤーがリレイズ80ドルを選択。春ポーカー自身強いハンドではないですが、今回もジャックポットシステムが継続されているため SB はジャックポットを取るために無理している可能性もあります。春ポーカーの30ドルのレイズに対して3ベット80ドルなので、アウトオブポジションからの3ベットサイズとしてはかなり安いです。このレイズに対してはもちろんコールできるかなと思いコールを選択。フロップに参ります。フロップに落ちたのはエースクイーン3の2クラブのボード。春ポーカーはクラブのフラッシュドローに加えて4のガットショットストレートドローまであります。このボードに対して SB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。3ベットポットでエースハイボードなのに相手はチェックを選択。もちろん AC ズやクイーンズで強すぎてスロープレイのチェックを選択している可能性もありますが、ジャックス以下のポケットペアの可能性もあります。ジャックス以下のポケットペアを下ろしつつ相手のハンドを推測するためにも、ここは170ドルのポットに対してベッド90ドルを選択。ポジションがいいということもあるので、ここでベッドを選択することによってリバーまで見に行ける可能性を高めようという考えもありました。相手がもしかしてセットなどを持っていた場合、このフロップからチェックレイズが返ってくるかもしれません。ですが春ポーカーセット系などに対しても十分にアウツはあると思います。ですが SB のプレイヤーはここでコールを選択。ターンに向かう形となりました。頼む、ストレートかフラッシュ引いてくれって。両方引いた。ターンに落ちたのはまさかの4のクラブ。春ポーカーはエースから5のストレートフラッシュを完成。ハンド2枚のストレートフラッシュは春ポーカー自身も人生で数えるぐらいしか引いたことがありません。まさに奇跡。このポットでデカポットを取ってなんとかベラージュをクリアしたい。そんなことを思っていると相手は何やらモゾモゾしています。まさかのドンクベット考えてる。いやいやそんなわけはない。春ポーカーストレートフラッシュで夏やで。そんな都合のいいこと起こったー。ここで相手プレイヤーからまさかのドンクベット270ドルが飛んできました。現在ポット額は350ドルのため結構大きめのドンクベットです。春ポーカーは25クラブを抑えているため一部のストレート、さらにはフラッシュをブロックしています。相手プレイヤーは何のハンドでドンクベットしてるんや。相手プレイヤーのポジションは SB。 マジでジャックポット取るためだけに気候に走ってるんか。春ポーカー自身この相手のドンクベットに対してコールもしくはレイズで悩んでいましたが、相手のスタックを見たところ1200ドルぐらいしか持っていませんでした。リバーでも十分にオールインに持っていけるということでコールを選択。リバーに落ちたのはキングのダイヤ。クラブとかが落ちたらワンチャン相手の手が止まるかもしれないと思っていたので、このリバーは悪くないリバーが落ちてくれたなと春ポーカーは思っています。このボードに対して相手プレイヤーはどうするか。このリバーカードに対して相手プレイヤーは少し考えられるので早送りにさせていただきます。ターンで強めのドンクベットをしたからにはこのリバーカードにおいてもベッドが飛んでくる可能性はかなり高いんじゃないかなと思っていました。オールインでもいいから飛ばしてこいと思っていると、相手はここでベッド600ドルを選択。きた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 。ポットに対しても 70% ほどの強めのベッドナイス。ここで相手のバックスタックを確認したところ680ドルしかありませんでした。ベッド額とほぼほぼ同じサイズのスタックしかない。そうと決まったらやることは決まってる。さあ SB 覚悟よろしいですね。相手のベッド600ドルに対して春ポーカーはここでオールインを選択。ここから相手は3分ほどの超絶長考に入られるので早送りにさせていただきます。相手プレイヤー自身スナップでフォールドをしない時点でそれなりのハンドを持っているのでしょう。セットもしくは2ペアあたりを持っているのか。相手がどんなハンドを持っていようとも春ポーカーの勝ちには変わりありません。なぜなら最強のストレートフラッシュを持っているから。ほぼほぼブラフがないであろうこの春ポーカーのオールに対して相手プレイヤーは3分の悶絶
SB から参加したことをそろそろ後悔しているのかもしれません。そして相手はここでついにコールを選択。春ポーカーは夏のストレートフラッシュを勝当たり前ですが、春ポーカーの勝利。相手はクイーン4スーツを持っていました。2枚使いのストレートフラッシュ完成で相手から全段取り。これはさすがに記念撮影しとこう。なんかあかん、今日漏れへん。ちょっと細かったかな、ここ。ストレートフラッシュ取ったぞ。ということで春ポーカーは奇跡の2枚使いストレートフラッシュで日本円にしておよそ50万円ほどのポットを獲得。ジャックポットシステムという悪魔の蜜に引かれて SB のプレイヤーはいらんことをしていたようです。ここで超絶気持ちよくベラージオで 100BB 以上の収支を叩き出すことに成功。24時間以内に次のカジノでも奇跡の勝利を見せろ春ポーカー。はい、ということで、ね、見ていただけましたでしょうか。ストフラで全段取るの気持ちいいということで、春ポーカーなんと1500ドルバインで3495ドルアウト。ベラージオでは2000ドル弱勝つことができました。しかもマジでスピード速いし調子いい。今現在何時間経ってますか？現在スタートから13時間半ぐらい。やばすぎん。もう今6000ドルぐらい稼いでんだよ俺。残り10時間ぐらいあります。もう正直ちょっと眠たいんですけども、この調子貫いて24時間以内にもう寝ずにね突破したろうと思います。ってことで今からアリアに向かっていく。はい、ということでね、4つ目最後のカジノに来ました。アリアポーカールームです。企画スタートしてから現在14時間ほど、カジノ移動とかでも疲れてるんですけども、まあ5、10、20にウェイティング入れました。アリアは結構待たなきゃいけないかもしれないんですけども、ここ行くしかないんでラスト24時間以内に達成できるように頑張っていきたいと思います。ってことで5、10、20やっていく。春ポーカー現在1500ドルマイナスぐらいです。アリアで2時間ほど打ったんですけど、正直疲れすぎててもうプレイめっちゃ悪くなってます。今17時間経過なんで残り7時間あるんですよね。1回家近いんで仮眠を取って3時間か4時間ぐらい寝てからすぐアリア来てね、ただそれでも3時間とか残ってるんで、それでプレイしてそこで取り返したいなっていう風に思います。正直早く達成したすぎて普段入らへんハンドとかでも入っちゃってるんで、これは良くないなっていうことで一旦ちょっと勇気ある撤退で家帰って仮眠取ってまたアリアに来たいと思います。24時間は絶対達成するんでちょっと許してください。寝ます。ここは一般的にチャンネル登録促すとこやけど、俺はただ